それでは芯を貼り終わったパーツをパターンに合わせて裁断をしていきます。基本的にこの芯を貼る粗立ちというものに関しては、接着芯を貼って作るパーツに対して熱を加えることで縮んでしまう可能性があるので、それらを防ぐというか、基本的に粗立ちを大きくしているので、縮んでも元のパターンの前提とした形を維持できるように布が残せるっていうことのために粗立ちをして芯を貼って、その後に裁断をし直すという作業をしています。ですので素材によってはほとんど縮まないこともあるんですけれども、縮んでしまった場合、作業が調整が自分で覚えている範囲でやらなきゃいけないということになりますので、基本的には1センチの縫い代で、縫製をしていきますので、最初のうちは必ずこの粗立ちをして生地の特性などを確認ができる状態で裁断をこのようにし直していくと、よりスムーズに作業ができると思います。必ずノッチと呼ばれる縫製の時に合わせるポイントにつきましては、このタイミングで3ミリぐらいの切り込みを入れて、自分がパターンを外して縫う時に必ず合わせるポイントが分かるような状況を作っておきます。それでは全部のパーツの作業を繰り返していきます。裁断はダイジェストになると思いますので、作業は丁寧に自分のペースで行ってください。フラップに関しては前側が分かりにくいので、前側の方に切り込みのノッチを入れて外した時に分かりやすくしています。こんな感じです。襟については、方向が必ずありますので、バイアス斜めに切ってある方が、地襟側になるということを生地の表面の柄と方向を見て裁断をするようにしてください。でこの時に、パターンが、反対側パターンが半分しか作っている時にない場合、先に反対側にノッチと呼ばれる、合わせるポイントについては切り込みを入れておくと、その後の作業のノッチ入れがスムーズになります。ですので自分のタイミングでもちろん構いませんので、ポイントに切り込みを入れて反対側のパターンに移しておくという作業をしておいてください。
一度置いた重りに対しては、作業が終わるまでは基本的には動かさないことを前提に作業すると、印がずれないので良いと思います。パターンと布の間に関しても、持ち上げてしまうと基本的にどうしても浮いた分ずれやすくなってしまうので、慣れてきたら極力、持ち上げないようにしてハサミを滑り込ますようなイメージで印を入れてあげると良いと思います。ただもちろんその持ち上げて多少ずれることに対して最初のうちは、気にしなくていいと思います。あくまでもジャケットを作る時の構造理解とか、合わせるこのノッチと呼ばれるポイントを入れてあってそれに慣れるという縫製の時の意味を最初は理解してほしいので、そこまで神経質になる必要はありません。こちらのポケットの出来上がりの位置ですね。ここにも最初に印を入れた方がスムーズになりますので、僕のやり方としては 5mm 入ったところ、目打ちで穴を開けて印を入れておきます。こういう感じです。単純に出来上がりに入れない理由は、印を入れたところに対してどうしても鉛筆だったりチャコになりますので、汚れが残る可能性があります。5ミリ内側に入っていれば基本的にその汚れというものは中に隠れてしまうので、僕の場合はこうしています。次の作業としては、テープの貼る作業になります。肩やアームホール、襟の前端など形が、斜めになってしまっている、縦地や横地が通っていなく、バイアスのような感じになっているところに対して、補強するためのテープを貼る作業になります。